皆さんこんにちは。今週は株式相場が比較的好調で、ようやく底打ちかと期待されている方も多いかと思います。今週は日米で大きなイベントがあり、日銀の金融政策決定会合と FOMC の開催がありました。それぞれの要点と今後のシナリオ、もともとは両方とも特に大きな変更なく通過すると思われていましたが、日銀の方で動きがありましたので、そちらを重点的にまとめたいと思います。そしてそれを踏まえた相場のインパクトと、当チャンネルで売りとしている機関投資家の動向から分析する株式相場の先行き予想というのを更新しましたので、よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。今週1週間の大きなイベント、日銀と FOMC ですけれども、10月月末から11月の頭、こちらの週で日銀の金融政策変更が発表されたのは2日目にあたる10月31日の日中です。そしてアメリカの FOMC に関しては31日から1日にかけて結果が発表されるのは現地時間1日の日中ですので、日本の時間からすると1日の夜中、日本株のマーケットにインパクトが出るのは翌2日となります。それではまずはスケジュール通り日銀の金融政策変更についてまとめていきたいと思います。先ほど今回の動画のテーマのところで、それほど大きな動きは予想されていなかったと申し上げましたけれども、もし今回変更がなされるとしたらどのような選択肢があったか、事前にマーケットで見込まれていたのは3つのパターンです。まず1つは10年債利回りの目標 1% を25ベースあるいは50ベース引き上げるという選択肢、もしくは2つ目、目標とする金利水準から50ベース 0.5% の変動許容レンジが設定されています。単純に上下割り振ると 0.75 から 1.25 ということですけれども、こちらの2つをですね、どういうことか簡単に図示しますと、2番目のレンジというのがこの赤のライン。そして1番目というのがちょうど今ですね、10年債利回り 0.992%、ほぼ 1% ということで、プロットされている点を目標値と考えていただければと思います。そうすると1番目の変更というのは、このターゲットの 1% を上に持っていくという選択肢ですね。もしくは2番目のレンジを変更する、引き上げていくということで、1から 1.5% のレンジに変更する。この選択肢も事前に可能性として考えられていました。そして3つ目、最後の選択肢は連続指値オペの撤廃。毎営業日、例外を除いて行われている日銀による債券の買い入れ、このテこ入れを行うという可能性ですね。そして事前に有力かなと思われていたのは2番目のレンジの変更といったソフトな変更。当チャンネルでも以前日銀が政策変更を行った際にお出しした動画で 1% 以上のターゲット引き上げというのはなかなか厳しい。これ以上は修正という手段は取りにくい。つまりこちら3つの選択肢で言うと1番目はこれ以上取りづらい選択肢ではないかとご紹介しました。その理由としては財務省の発行する国債、どんどん借金が雪だるま式に膨れ上がっていくほど利払いが重くなるという水準だからです。債務が発散していく方向になるため、次取る可能性としては、イールドカーブコントロールを修正ではなく撤廃。そのようにご紹介しました。ただ今回の会合においては、それはまだ時期尚早ということで、さてこの日銀に対する事前のマーケット予想、これに加えて何もしないという4つの可能性がありましたけれども、先ほどスケジュールでご覧いただいた31日の前日30日の夜中にですね、日経新聞社が突然リーク記事を流します。その内容としては 1% の長期金利上限を柔軟にする。さらには一定程度 1% を上回る金利上昇も容認。そして最後に指し値オペについても運用を改めると、非常に具体的な内容で書かれている。これは明確にですね、日銀サイドがリークを流せと意図を持って行動を起こさない限りは、このような詳細な内容までは出ないはずです。そして今年の4月に日銀総裁が交代してからリーク記事が出るのは3回目ということで、結局新しい総裁のやり方、市場との対話というのはこの手段を取ってくる。つまり今後も政策決定の内容が発表される前日の夜にリークが出ることを投資家は警戒しておかなければいけないということですね。そして前日のリーク記事では選択肢3つのどれかではなく、どれも対応するというような想像以上に盛りだくさんな内容。つまり金融引き締めの姿勢が強めに取られる。金利は上昇して為替は円高。株にとっては下方向のインパクトが出るんではないかと夜中でも動いている日経平均の先物はかなり下げましたけれども、結局翌日日銀が正式に
発表した変更というのは、まず一つ目、長期金利の変動幅、レンジについてですね。これを文言から記載することをやめ、1% 上限の目処とするというふうに変更しました。要するにレンジの概念はやめて、上限 1% という目処を今後は見ていくということですけれども、この目処というワードもだいぶ曖昧な記載となっています。具体的には後ほどご説明しますが、先に2番目の変更点、毎営業日を行っていた連続指値オペを廃止するということで、これはどういうインパクトがあるかと言いますと、毎営業日を行うということは、毎日金利水準を調整できていたわけですけれども、それをやめるということなので、金利の変動が今まで以上に大きくなる、ボラティリティが出てきそうだということです。これをもってイールドカーブコントロールの政策は実質形骸化しているというふうにマーケットでは見られています。そして植田総裁の会見において 1% の指値オペの水準に近づくことは想定していないと従来コメントされていたもの。これが今回はですね、1% を大幅に上回る金利上昇は想定していないというふうに言い換えられています。なんや言葉のあやで遊んでるんではないかと不愉快に思われるかもしれませんが、大事なポイントは何かと言いますと、従来は 1% 上限、この水準に近づくことは想定していない。つまり 1% に実際近づいてきたら、日銀はイールドカーブコントロールの政策に基づいて10年債の利回りを押し下げますよと、そういうニュアンスですね。それが今回の新たな言い回しでは、大幅に上回る金利上昇は想定していないということなので、1% に達しようが、日銀はそれに対するオペレーション、利回りが下がるような行動は必ずしも取るとは言えないということですね。これがこの言葉のあやの変化から読み取れる日銀の今後の対応。10年債利回り 1% を死守するのか、それとも 1% を超えても必ずしも対応するとは限らないのか。その変化というのが一つ目の目処というワードと二つ目の形骸化というそれぞれのワードにつながるわけですね。では今後 1% で必ずしも対応しないとなると、高い確率で対応してくる水準というのはどこなのかと言いますと、先ほど少し触れましたが、財務省の国債発行、来年度の発行分に関しては想定金利を 1.5% と設定していますので、明確に日銀は 1.5% を示唆していませんけれども、防衛ラインの一つとして意識されるのはこの 1.5% ではないかと考えられています。さてここまで今回の日銀の政策変更点まとめてきましたけれども、先ほど日経新聞社のリークの時に為替が円高に触れたと申し上げました。また10月の頭にドル円が150円をタッチした時に瞬間的に大きく円高に触れた。これは為替介入があったんではないかと話題になりました。皆さんの中にも為替水準がどこまで行くのか、日銀は対応してくれないのか、もっと金融引き締めを行って円高の方に持っていってくれないのかと期待している向きがあるかと思いますが、日銀にとって円安を止める気は現状あまりないと見られています。具体的に日銀が重視しているのは賃金と物価の好循環。今回の会合においてもこのワードが出てきていますけれども、賃金と物価の好循環、どういうことかと言いますと、物価の上昇によって賃金が上昇する。そうするとたくさんの賃金を受け取れるようになった国民は消費マインドが活発化してより多くの消費を行ってくれる。そうするとその影響によって物価が上昇する。このサイクルですね。ただ今足元で生じているのは海外のインフレによる物価の高騰。そして円安というのは輸入してくるものに対して物価が上がる方向に寄与していますので、今生じている物価上昇というのはこのサイクルを重視する日銀にとってはどちらかといえば好ましいことと考えている。つまりその一因となっている円安は我々の日常生活には苦しいですが、日銀にとっては嬉しい。だから政策を取ってくるというよりかは放置が有力というわけですね。そしてなぜこの話を差し上げているかと言いますと、賃金上昇、そんなの実感にないよという方も多くいらっしゃるかと思いますが、次日銀が金融引き締めの方向に政策を変更するかどうか、この重視しているサイクルにおいて賃金の上昇を確認するためには、来年春の春闘、これにおいて高い賃上げ率が実現できるかというのを確認したいというわけですね。実際これが実現して、このハテナになっているサイクル下半分の賃金上昇による消費マインドの向上、そして物価上昇というこのサイクルが軌道に乗るかを確認した上で
次の一手を日銀は取ってくるんではないかと考えられるわけです。高い賃上げ率が実現していると確認するためにどの業種が賃上げの割合上がってきてほしいか注目となっているかと言いますと、製造業であったり商業流通関係は一昨年昨年と相対的に高い賃上げが実現しています。一方で交通運輸、サービスホテル、情報出版といったところは先ほどの業種と比べて半分程度、平均で 1% 程度ですので、このあたりが次の春闘で倍ぐらいまで引き上がってくるか 2% を超えてくるかというのが日銀が次の一手金融引き締めを打ってこれるかどうかというのを左右するポイントになってくるかと思います。来年の春闘、あと半年ぐらい何も手を打たずに様子見している余裕などあるのか、為替はどんどん円安に進むし、このままでいいのかと思われるかもしれませんが、実際インフレ率の推移ご覧いただきますと、青線がアメリカ、グレーがユーロ圏、赤が日本ですが、青線とグレーのラインはそれぞれ 8%、10% と達していて、途中で丸がついているポイントありますけれども、ここで政策転換、利上げであったり、金融引き締めの方向に転換したポイントですが、ここから少しラグがあって、一気にインフレ率は落ち着いてきている。そして日本も海外の影響を受けてインフレ率が高まっていましたが、この海外の金融引き締め効果が少し日本にも波及して、日本だけは緩和を続けていて何をせずとも一緒に少しずつ下がってきているわけですね。ですので、円安、先ほど申し上げたようにそんなに慌てて対応する必要もないし、半年程度は先ほどのサイクルを確認する余裕があるということです。そして半年経って実際に賃上げが確認できた時にどんな手を打ってくるか予想されるのは24年4月。この会合でフォワードガイダンスの変更と国際買い入れ額の減少。フォワードガイダンスというのは具体的に言いますと、いつも入っている文言、必要があれば躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じる。この文言、スタンスを撤廃するという変更です。そして国際買い入れ額の減少というのは、10年金利のリファレンス金利を上方修正し、実質的に購入額を縮小させていくという、アメリカやヨーロッパでいう QE の効果をもたらす変更をしてくるんではないかと考えられます。そしてその後に大きな2つの緩和策、これを撤廃してくる。2024年内にイールドカーブコントロール、そしてマイナス金利の解除。イールドカーブコントロールについては実質形骸化しているものですけれども、そうやすやすと撤廃を掲げるのはなかなか難しい。マイナス金利と同時に24年内に撤廃できればいいんではないかというシナリオになっています。さて、日銀の方が非常に長くなってしまいましたので、アメリカの FOMC の方に関しては、今回大きな変更点は事前予想通りありませんでしたので、簡単に要点だけまとめてご覧いただきたいと思います。パウエル議長の質疑応答によって大きく3つの要点がありまして、まず1つ目、急速に引き上がった米国債の金利水準、そして為替はドル高、さらに株価は大きな調整が入った。今足元のこの3つの状況だけで FCI、フィナンシャルコンディションインデックスが自然にタイトニング、引き締め効果をもたらしているということで、FOMC で利上げを決定しなくとも、金融環境は勝手に景気が冷え込む方向に作用しているということなので、行動を起こす必要はないと考えているわけですね。ただこのポイントに関しては裏を返せば、これまで調整してきた株価が再び強くなってくれば、利上げを検討する可能性が上がってくるんではないかと、せめて現状維持を望んでいるのかなというふうにマーケットでも捉えられていて、基本的にはハト派の内容なので株価には追い風になるんですけれども、少し頭は押さえつけられているような内容ですね。そして2つ目のポイントは9月の FOMC 会合で年内の追加利上げが必要ではないかというふうに示唆していた回ですが、この内容がまだ有効であるというふうに強調しなかった点です。これについてもハト派、12月の FOMC 会合でも利上げを回避する可能性が高まっているんではないかと考えられる一つの要因になっています。そして3つ目のポイントは長期金利の上昇。最近の米国債利回りの急上昇というのは政策金利引き上げが想定された上での要因ではなくタームプレミアムの修正要因だと解釈しているとパウエル議長は述べました。どういうことかというと、政策金利が引き上げられそうだから債券利回りが上昇しているのではなく、単純にイールドカーブの状況、2年債や3年債といった短期債の方が利回りが高い状況というのは異常なので、長期債のところが引き上がって
プレミアムが修正されている。プレミアムというのは、普通は長い年限の債券を持つ方が投資家にリターンがある。そういう方向に修正が働いているのが要因だと考えているようですね。以上3つのポイントを踏まえても、パウエル議長は追加の利上げというのをもうあまり考えていないんではないかというふうに捉えられます。あくまで現状の話ですね。状況が変われば、もしかしたら再び議論が上がってくるかもしれません。この結果を受けて、米国債利回りは前日比で20ベーシスポイント近く低下し、一時は 5% に迫っていた10年債利回りも 4.65% と非常に落ち着いた水準まで戻ってきました。さすがに3ヶ月前よりはイールドカーブ上に位置していますけれども、1ヶ月前、1週間前と比べても少しずつ引き下がってきたという状況です。地政学リスクといったような安全資産への逃避という意味で利回りが下がってくるのは株にとっても良くないリスクオフの投資環境ですけれども、今回のような政策変更あるいは当局者の発言による金利水準の落ち着きというのは株式相場にとってはリスクオンということで、今週は非常に堅調な1週間となったということですね。日経平均の先物の推移ご覧いただいても、10月30日の11時、もう日付が変わるような時間帯ですけれども、日経新聞社のリークによって日経平均の先物は3400円まで大きく下がりました。その翌日の日中にですね、実際の変更が発表されますけれども、どちらかというと日経新聞のリークの方がインパクトの強い内容、実際の政策決定会合の結果の方が柔らかい内容だったので、ここで一度大きく上に反応し、もうその後はみんなポジションの再構築、そして FOMC もハト派で通過したので、木曜日にかけてどんどんと上昇し、32,000円を超える水準まで回復。ということで、この間値幅1600円と、実に 5% を超える上昇をこの期間に達成しました。それではこの株価上昇の勢いが今後も続いていくのかどうか、当チャンネルで売りにしている分析、各国の機関投資家からの資金流出入、売買動向を分析することで、相場の先読みをするというものですけれども、大きく4つの機関投資家のデータを集計しています。日米欧それぞれの機関投資家と短期筋、長期投資の機関投資家よりも比較的素早く売買を回転させる投資家ですね。そしてまず相場の転換点を見るには、この短期筋の機関投資家の集計データを重宝しています。なぜかというと、全体の相関は低いんですけれども、3営業日から5営業日、マーケットの動きとずらした時に最も相関の変化が大きい、高くなる方向に変化が大きいためです。それはつまり3から5営業日先回りして動く傾向があるということで、黄色の棒グラフが1からマイナス1、短期筋とトピックスの相関を取ったものです。青のラインはトピックス、今年度の頭を100とした時の推移ですけれども、黄色の棒グラフが上に出ている、つまり正の相関にある時というのは、相場が上がっている時に短期筋が資金流入、あるいは相場が下がっている時に短期筋が資金流出させているということで、まだ転換点ではないよという状況の時ですね。逆に相関がマイナスの方向に出てきた場合というのは、相場が上がっている時に短期筋が売り抜いている、あるいは相場が下がっている時に短期筋が買いを入れている、つまり相関が上の方から下に推移したところというのが相場の転換点になりやすいんではないかというところですね。具体的に例を挙げますと、青の丸が短期間での天井、赤の丸が底打ちを示していますけれども、こちらそれぞれの丸のところで黄色の相関というのが下の方向に出ているのがお分かりいただけると思います。そして前回こちらの分析をご紹介したところから更新したのはこのピンクの枠で囲っている期間ですね。先週末に短期筋の相関が正の方から負の方向に転換したポイントがありまして、そこから数日後、つまり今週の頭からですね、株式相場非常に反発したんですが、実は前回の動画でご紹介した時はこちらの赤の丸のポイント、底打ちをした時に半値戻しまで行って折り返してきている。これは底打ちしたにもかかわらず、上昇の局面でもまだ相関が逆相関のまま大きい方になっている。つまり上昇局面に転じても
短期筋は資金を抜いている傾向があると。そして実際、半値戻しで山をつけて折り返したところから純相関に戻っていますので、結局はこの指を指している反発というのは継続性がなかったということになります。前回ご紹介した際には、底打ちした安値のところまでもう一回下がってくるかもしれないと申し上げましたが、トピックス基準では結局そこと同じようなレベル感まで落ちてきてですね、今回の更新ポイント。ポジティブな内容を申し上げますと、今回上がっている局面に再び入ったところでは、前回と違って逆相関の大きさというのがどんどん縮まっている。現状ほぼ無相関のゼロ近辺に位置しています。この後、相場が再び下落することなく、短期筋が相関、正の方向に持ってくる。つまり、上昇局面で資金流入というような投資行動に黄色の棒グラフが上向いてくれれば、これは少し長めの上昇局面になってくれるんではないかというふうに捉えています。ただ少し心配な点もありまして、今度ご覧いただいているのはトピックスの推移とピンクのライン。先ほどご覧いただいた4つの種類の投資家、すべての資金流出入を金額自体積み上げていった時の推移です。短期筋に限らず、すべての4種類の投資家、そのフローを積み上げても、少し先んじて青のラインよりピンクのラインが動いているというのがお分かりいただけると思いますが、短期筋だけを相関取った時よりは、そこまで先回りの強さは出てこないということで、実際足元では非常に一致した動きが続いていますが、この乖離幅というのが少し大きくなっているのが気がかりです。非常に好調だった夏まではトピックスの推移を上回る勢いで投資家のフロー、投資金額というのが積み上がっていましたが、今足元ではグラフ上を下回る形、そして乖離が少し大きくなっているということで、機関投資家の投資額よりはマーケット相場が少し割高になってきているんではないかと。ごく短期的な話ではありますけれども、この後これらのデータがどちらに出てくるのか、引き続き分析していきたいと思いますので、気になる方、あるいは相場の先行きを予想するのにご参考にしていただいている方は、ぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、この後の推移もご確認いただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。